こんにちは、パンダです。ティームで買い物しました。全部で7点で、1万円ぐらいですね、買いました。それでですね、自分はですね、シーンも、アリエクスプレスも使ってなかったんですけども、ちょっと、ティームでね、買うつもり全くなかったんですけど、豆乳メーカーっていうのがあって、それね、昔新大久保に住んでた時に中国の電気屋さんみたいのがあったんですね、新大久保に。今もあると思うんですけど、なんかあの毎年ね、ヨドバシとかの福袋あるじゃないですか、パソコンとかの。あれもね、なんか箱が、ね、大量に店の前に捨ててあるようなねなんかそういう店だったんですけど、そこでね、ドージャン G ってやつがドージャンっていうのは豆乳機ですね。 G は機械の木って書くんですけど、だから豆乳機ですね。豆乳機売ってたんですよ昔。それがねすごく美味しかったんですよね。それ買って、その時は1万円ぐらいしたんですけど、それがね、人にあげちゃったんですけど、それがね懐かしくて、その味がね、昔中国行った時に、2000年頃ですかね、その時に道端で売ってる豆乳ですね、パックに入ってるやつじゃなくて自分たちで作ったやつ、そういうなんかすごい素朴であったかい豆乳があったんですけど、美味しくてね、毎日買いに行ってたんですけど、台湾にね、住んでたこともあるんですけどね、2018年、2019年、2020年の頭までね、台湾に住んでたんですけど、台湾あたりになってくるともうね、豆乳は普通に買えるんですよ。コンビニとかで買ったりね、あとは朝ごはん屋さんとか行っても、自分で作ってるとこ少なくて、もうパックみたいなやつでね、ジュースのパックみたいなやつにストローさして飲むみたいな感じで、それはそれで美味しいんですけどね。なんかその昔のその中国で飲んだ豆乳の味が忘れられなくて、それをちょっと、日本にもね、豆乳のアマゾンとかで日本のメーカーで豆乳作れる機械とか作ってるんですけど、やっぱり多分日本だったらキッコーマンとかの豆乳の味に近づけるのかなと思うんですよね。そういう中国のその時のなんていうか、本当に素朴であったかい豆乳の味、今もあるのかな。今の中国わかんないですね。もう近代化しちゃってるから、やっぱり台湾みたいにもうパックになっちゃったかな。どうなんだろう。ちょっと最近行ってないからわかんないんですけど、なんかそういうようなね、なんか味を求めて売ってたんですよ、たくさん豆乳メーカーっていうのが。なんか5000円から、そうですね、8000円ぐらいまでの間に何種類もあって、それもなんか昔の豆乳機じゃなくてね、なんかすごいコンパクトなんですよね。で、もうなんかおからとかどうなんだろう、わかんないけど、どうやって作るのかわかんないけど、普通に大豆入れて、それでなんかバーってこうミキサーみたいのでやって、すぐできるみたいなやつね。それ、開けてみて、それは後でどんな味かとかはレビューしますけども、今回はとりあえずね、開封レビューをしたいと思います。ちょっと長くなっちゃったんですけど。はい。ではまた。では早速開封していきます。おー、いい感じですね。こんな風になってるんだ。これは、なんだろう。T シャツですね。T シャツです。後で紹介します。で、これ、T シャツですね。これ、カーテンのこの、
レールみたいなやつがかけるの楽ですね。あ、これ洗濯物干すのにいいかもしれないですね。雨の日とかね、なんか部屋で干せるじゃないですか。なんかまあちょっとカーテン閉めちゃうかもしれないけど。こんな感じで、なんかちょっとね、繊維が、ナイロンっぽい感じです。ナイロン繊維っぽい感じ。なんでしょうね、ジョギングとかする時の繊維に似てますね。ただ薄くない、厚いですね、中国の。なんかなんかさ、あのマラジョギング用っていうかマラソン用のこういうなんかこうね、こういう繊維のやつって結構ね、なんかビーチクすれてなんかあのあまり好きじゃないんですけど、これだったらちょっと暑いから大丈夫かなと思いますね。ちょっとゆったりめだし、うん、なんかビーチクすれるようなことはないかなと思います。切れそうですね。はい。か、あ、これはカーテンですね。こんな感じか。もうちょっといい柄にすればよかったか。あ、なんかついてますね、他にも。これなんだろう。なんかついてます。後でつけてみます。はい、カーテンですね。これ部屋にかけてるんですけど、このね、リングタイプだったんですよ。あれと思って、あれ中国ってこういう形状なのかなって思ったんですよね。そしたらね、僕が間違ってました。シャワーカーテン買ってましたね。でもシャワーカーテン 180×180 とかあるんですね。えっと、あの、いや、中国の形状こうなのか、残念だなと思ったんですけど、自分が間違ってたってだけでした。それで、柄もね、なんかちょっと可愛いかなと思ったんですけど、ちょっとかけてみるとね、ちょっと残念な感じですね。まあしばらく使いますけど、やっぱり自分はちょっとシンプルな感じの方が好きですね。はい。ちょっと柄買っちゃったのが失敗したかな。で、あとこう、中一応障子になってるんですけど、まあ障子でいいかなってずっとそのままにしてたんですけど、うーんと、なんかね、夜外から見たら明かりが結構目立ってたんですよね。たまたまちょっと、あの、ちょっとなんか、ほんのね、野暮用みたいな感じで、パッと出てパッと帰る時だったから、電気つけっぱなしでちょっと外出たんですけど、結構明かりがね、外から見えるから、ちょっとそれでカーテン1枚ぐらいしようかなと思ったんですけど、うん、しばらくこれ使ってみようかな、でも。まあ、シャワーカーテン買ってたってまさかね、シャワーカーテンだったなんて、ちゃんと見ればね、ちゃんとシャワーカーテンって書いてあったんですよ。ほんとバカですよね。まあ、これはテムさんが悪いわけじゃなくて自分のせいなんで、はい。そんな、まあでも使えなくはないからいいかなとは思うんですけど、はい。でもここに洗濯物干せますね、これだったら。シャワーカーテンだから別に濡れても大丈夫だから。このリングのとこにね、かけて、ハンガーかけて、T シャツとか干そうかな。はい。てなわけです。で、これはここに入ってる。こっちだ。あ、えーっと、マイクかな。マイクですね。プラだけど、ここのとこは金属になってるから、結構良さそうなマイクです。ちゃんとこの、なんか落ちた。ハサミかな。ごめんなさい、ハサミ落ちた。ちゃんと USB Type-C とかにもできるアダプターがついてますね。Type-C のアダプター2つついてる。すごい。これなんか日本のメーカーだと、こういうのついてないですよね。うん。よし。
はい、このマイクなんですけど、あ、これ取れるんだ。あ、取れるみたいですね。なんかスタンドかと思ったら、どっちでもいけるやつですね。このマイクなんですけども、タイプ C には、対応してるんですよ。A と C には。なんですけども、このね、今使ってる、これ撮ってる、ソニーのね、ZV-E10 は、イヤホンジャックとね、あと、カメラの周のところ、そこでつけるような形なんですよ、マイクを。だから、このマイクはつかないんですね、現状としては。なんとね、こっちのね、オキテル君の方、オキテル君の方につけて、ちょっと性能どうなのかなっていうのをやってみたいと思います。はい、ちょっと今、揺れがあるかもしれないんですけど、これがですね、まあ今、マイクつけてない状態ですね。えーっと、まあ、マイクつけなくても、まあ結構綺麗に撮れると思うんですけど、どうですかね。まあちょっと、これからマイクつけてみますね。はい、マイクつけました。どうですか今、口に近づけてますけど、ちゃんと聞こえてますかね。ちょっと話してみますね。これスタンドにしてみたらどうかな。これでどうですか聞こえますかちょっと上向きで。どうかな聞こえてるかな。はい、そんな感じです。これはジャンバーですね。ジャンバーっていうか、春物のジャンバーだったやつ。いいかもしんない。はい、春物なんですけど、これ、春物ジャケットかな。まあ、これなんですけどね。まあ一応ここにチャックついてて、あとこっちもこっちもチャックついてますね。で、もうこれちょっとさっき引っ張った感じ、ちょっとね、やっぱりチャックの作りが YKK ではないなっていう感じがしましたね。大丈夫、使えるんですけどね。大丈夫なんですけど。サイズなんですけども、中国のサイズでは XS ですね。でも注文した時の日本のサイズは、M です。で、僕はですね、160、6センチぐらいなんですけど、身長。で、今体重が67キロぐらいです。でもね、フリース、シャツ、T シャツと、まあ、ワイシャツみたいなシャツと、フリース着て、その上から着ても全然余裕で着れたんで、結構ゆったりめなのかな。M でも結構ゆったりな感じですね。ですね。あと、まあ、裏地は結構メッシュみたいになってます。ね。ちょっと見づらいかな。こんな感じですね。後ろも。まあ結構、そうですね。なんかまあ、T シャツの上からとかだったら、まあちょっと体大きい人でも M でも大丈夫なんじゃないかなと思います。スリッポンですね。これスリッポンですね。はい。スリッポン、そうなんですよ。スリッポンを履くんですよ、僕。紐が苦手でね、まあ、縛れないわけじゃないんだけど、そうですね、スリッポンが楽になっちゃって、もう、スリッポンの人間になっちゃいました。これスリッポンなんですけど、ね、まあ、ちょっとあまり、まあ、いいかな、大丈夫かな。履けるかな、履けそうですね。ちょっと、あんまり思ったよりかっこよくなかったんですけど、意外とね、なんかかかとが高いんですよ。なんか、だからちょっとなんかシークレットシューズみたいな気もしますね。なんとなく。何センチくらいかな。
ね、結構かかと高いでしょ。だから、まあちょっと身長がね、低いんで、自分にはいいのかもしれないです。はい、最後ですね。これですね。あ、まだありました。最後じゃないですね。これは、最後この2つ。1個はこのキャップですね。えーっと、ボストンって書いてますね。ボストン。なんかレッドソックスみたいな。まあ帽子は黒なんですけど。うん。そうですね。帽子欲しかったんですよね、まず。で、これキャップなんですけども、なんか、なんかもうすでに結構被ってたなみたいな感じですね。まあこういう作りなのかなと思う。なんか汚れてるみたいなね。なんだろう。まあ生地的にそうなのかな。本当に汚れてんのかな。ちょっと待ってね。あーまだ大丈夫ですけど、そうですね。うん、なんか新品感がないなって。まあいいか。はい。でも、これかぶったらなんか馴染んでくるかなって気はします。これが豆乳機ですね。豆乳メーカー、ソイミルクメーカーって書いてますね。いいじゃん。重い。結構しっかりしてますね。えーっと、説明書は中国語ですね。英語と中国語だ。うん。中国語ならまあ大丈夫かな。英語と中国語どっちもあるからなんとか使い方はわかると思います。これなんかかますんですかね。でもよかった。なんかちゃんと箱に入ってるから壊れてないですね。大丈夫ですね。だからマイクと、この豆乳メーカーは箱に入ってましたね。段ボール箱に。だから、そうですね。どうしようかな。どうなってるこうか。大丈夫です。壊れてないですね。大丈夫です。じゃあこれはね、じゃあ別の、これだけ別動画になるかもしれないですね。豆乳メーカー。使って、使ったレビューとかをしていきます。で、なんかよかったらみんなにおすすめしようかな。豆乳メーカー。こんな感じです。はい、ではまた。はい、ここから雑談タイムです。ですね、まあさっきっていうかね、まあ、ティムで買ったマイク使って今話してます。結構いいかもしれないですね。800円ぐらいだったんですけど。まあ僕はですね、まあ、どう買ったかというと、このテムのね、インフルエンサーっていうか案件みたいな動画が結構いっぱい上がってると思うんですけど、YouTube の方にね。そこで、まあ、その人たちのとこにね、クーポンがあるんですよ。こういう、見えるかな例えば、これ、3000円オフクーポンになってるんですけど、僕はですね、1万5000円だったと思ったんですけど、なぜか3000円になっちゃったんですけど、このクーポンもね、だから、
どういう風なクーポンなのかっていうのは、それはね、なんかあまり説明がないんですね。1万5,000そのインフルエンサーさんっていうかね、その、ティム、テムで、案件やってる人たちいっぱい、まあ多分いっぱいあると思うんですけど、動画。なんか、例えばなんかネガティブなね、その動画じゃない、なんかポジティブなテムの動画のところの人のところから、行くとちゃんとこう、なんか1万5,000円のね、クーポンみたいなやつがあるんですよ。そこからね、アプリをダウンロードして、まあスマホのアプリで買ったんですけど、そうするとね、コードを入れるか、その人の売る分と URL からね、まあ、ダウンロードする、インストールするか、まあ、後でコードを入れるかで、1万5,000円割り引きますよっていうことなんですけど、なんかルーレットみたいなのがあってね、1回目はダメなんですけど、2回目で必ず当たるようになってるみたいです。で、僕も2回目で1万5,000円って出たんですけど、まあ、でも、まあ結局は3,000円割引だったんですけど、ただね、これ見てもらえると、実は3万円で、3万1099円でそこの割引で1万8,000円割引きました。で、1万3,250円。そこから3,000円引いて1万25円なんですよね。ああ、割引的には2万、割引的には2万1074円割引されてるんですよ。ここがね。だから、まあいいのかなと思って、まあ、2万円割引ならいいのかなっていうふうに思って、まあいいかって感じですね。まあ確かにね、1万円では買えないと思うんですよね、やっぱり。みんな安く買っちゃったから。だから、商品値段出てるんですけど、その時点でだから、多分安くなってるんでしょうね。そこが割引として反映されてるのか、この1万8,000円の割引ですね。それ、それも反映して1万5,000円なのか、それともやっぱり、例えばね、僕の場合は一応3万円相当分ぐらい買ったんですけど、まあ値段表示的にはね、1万3,000円だったと。まあだから3,000円なのかなっていう気もするんですけど、これがね、もしだから3万円ぐらい、3万円とか4万円とか買ってたら、1万5,000円引かれてたのかもしれないし、その辺の説明がね、なんか、そのインフルエンサーさんたちも説明ないし、ただ1万5,000円のクーポンありますよぐらいのことしかね、言ってくれないんでね。なんかその辺が曖昧なんですよね。1万5,000円のクーポンっていうのはどういう条件で1万5,000円なのか。それがね、なんかよくわからないんですよ。まあ結果的に2万円引いたんだからいいでしょっていうことなのか、それとも、たくさん買えばね、1万5,000円別にね、引いてくれるのか、その辺がわかんないですね。まあ、クーポンコード、ここに今画面出てるクーポンコードでも入れても大丈夫だと思いますね。これでも誰かのインフルエンサーさんの YouTube から、アプリを、URL からね、アプリをインストールして、今回ね、スマホのアプリで買ったんですよ。それであとはですね、コンビニ払いっていうのも一応できるんですよね。あと、なんかいろんな支払い方法があって、僕はクレカ使ったんですけど、クレカはね、なんかやっぱり、まあ、ツイッターで、まあ、クレカ使ったからとかって書いたら、まあ、結構っていうか、やっぱ心配してくださったフォロワーさんがね、やっぱりクレカ使うべきではないっていうふうに言ってくれたりとかね。なんかまあ、僕はね、まあ、もしアリエクスプレスとかシーインとか使うにしてもクレカ使ったかなと思って、まあ、クレカにしたんですけどね、ある程度の情報は抜かれても、
しょうがないのかなっていうのもあって、でもね、やっぱりクレカはやめた方がいいかなと思いますね。クレカ使った僕が言うのも変ですけど、だから、これからね、まめにね、ちゃんとスマホにね、もう入ってるんで、カードのがね。で、カードも、クレカの方もね、上限10万円のクレカで買ったんですよ。だから、バカみたいになんか請求されることはないと思うんですよね。買えなくなるんでね、10万円超えると。それがね、10万円っていうのも、多分その前の月、その支払いが終わるまでとかはね、だから、結局ね、10万円買えないんですよ。5万円ぐらいしか買えないんですよね、毎月。その使った分と、その合わせてだから、だから一応そういう、無制限じゃないよ無制限っていうかね、いっぱい買えないクレカにしたんで、大丈夫かなとは思うんですけど、仮にね、詐欺みたいな、そういうなんか、不正で取引されたとしても、いいとこ5万円ぐらいかなと、5、6万とかぐらいかなと思うんですけどね。うん、一応まめにチェックしてみます。で、あの、何かあったらね、必ずYouTube の方とかで、こんなことあったよっていうことは伝えますので、うん、一応ね、聞いた話だと、テムでなんか不正があったとかっていうのはなくて、テムの関連会社ですね。関連会社の方でそういう情報抜き取りみたいのがあったっていうふうには、聞いてますけどね。うん。あとはアメリカでもう結構使われてて、アメリカ人カード使ってるなと思ったんで、自分はそうしたんですけど、やっぱりやっぱりね、使ったとやっぱり心配になってきたんで、やっぱりね、そのカードは、大丈夫だと思うけど、やめた方がいいのかなって無難にね。うん。いや、なんかそういうね、カードで変なことされたらね、不正にやられたら大変なんですけど、そんなことあってはいけないんですけど、まあ、ないはずないに越したことはないんですけどもね。それでなんか、だから、うん、ないと思うけど、でも、うん、まね、コンビニ払いもあるし、回避する方法はいろいろあるんでね、そういう風なやり方した方がいいかなと思いますね。あと、なんか注意点って言ったら、なんかトコジラミがあるとかっていう、いるついてるトコジラミがいるとかね、なんかそういう話もあるんですけど、中国だからね、作ってるのは。そういうのも、本当にありそうな気もしますよね。衣類とか、なんか洗った方がいいのかなとは思いますね。なんか、ちょっとその辺はだから気をつけてみますね。ちょっと痒かったりしたらね、なんかあれだと思うんで。衣類だけじゃないかな。そういうのだったらなんでもかんでも中国から来るから、何かそういうのはやっぱり、気をつけた方がいいのかもしれないですね。で、あとね、カードにした理由っていうのは、なんかデポジットがあるんですよね。遅れた場合の。で、僕は金曜日に頼んで、水曜日から土曜日の間に着きますよっていうメッセージが来たんですよ。それで、結局木曜日に届いたんですね。金曜日に注文したのが木曜日に届いちゃって、1週間もかかってないんですよ。すごい早いなと思って。それが土曜日まででもね、1週間、8日ぐらいでしょ？だから、もうデポジットあり得るかなと思ったんですよね。600円かなんかつくのかな。だからカードがいいかなと最初思ったんですけど、うん、すごい早いですよ。びっくりするぐらい。こんな早いんだって思って。で、配送はね、ヤマトさんがやってくれました。僕のとこにはね、ヤマトさんが持ってきてくれた感じですね。で、あと荷物、開封動画の時にも見たと思うんですけど、衣類とかはね、なんかビニールに入ってて、
そのジッパー付きのビニールでしたね、全部。で、ビニールに入っててね。それで、そういうマイクとか、豆乳メーカーとかは段ボール箱に入ってましたね。箱が潰れることはあっても、まあ、中まで傷まないぐらいの感じにはしてくれてましたね。うん、大丈夫でした。で、まあ、僕スマホで買ったんですけど、まあ、一応これえーっと、まあ、これ、まあ、ネットで今パソコンで見てるからあれなんですけど、まあ、安いですよね。で、もう気をつけたのは、まあ、100円で売ってる、100円で売ってるっていうかね、100均で売ってる ?100 円ショップで売ってるセリアとか、まあ、ダイソーとか、ミーツとかね、その辺で売ってるものは、とりあえず買わないようにしようと。まあ、だから靴下とかはやめとこうかなと思って、100円でも買えるしね。うん。で、あとはね、まあ、これだから、まあ、ネガティブなね、テムのね、ネガティブな動画を上げてる人特有のものもね、買わないようにしようかな。もうだから、まあ結局 Amazon とかにも結局怪しい商品って、中華の商品っていっぱいガジェットとかあるんですよね。それで、だから、なんていうかな、まあそういうのはね、なんか買わないようにしようかなと思ってました。マイクは買ったんですけど、うーん、800円だったからね。まあいいかなと思って買ったんですけど、なんかそういうのを買って、ほらおかしいだろ、ダメだろ、みたいな、そういう動画が結構初期の頃はあったんですけど、まあそういうのもね、だから、やめとこうかなって。ガジェットはだからちょっと気をつけようかなと思いましたね。で、まあ買ったのはまあ動画の中でも話してるんですけど、豆乳メーカー、こういうのがね、目について、欲しいなと思ったんですよね。まあそれで、だからまああとはだから普段欲しいもの、帽子とか、まあ、T シャツとかね、よく使う、まあ、T シャツとか穴開いちゃうじゃないですか、ずっと着てると。まあ、だから T シャツとか、まあ、あと春物のなんか、まあ、ブルゾンっていうか、そういうのと、まあ、青島みたいなやつ買っちゃったんですけど、まあ、着て悪くなかったんですけどね、自分にちょっと似合わない感じはしましたけど、まあ、着ますけどね。まあ、そういうのとか、あと、まあ、スリッポンですよね。僕、スリッポン好きなんで、スリッポンも買いましたけど、まあ、そんな、まあ、あとはね、シャワーカーテン間違って買っちゃったんですけど、普通のカーテン買おうと思って。買ったマイクこんな感じでしたけど、僕の場合800円ぐらいでしたね。だから買うときに初回とまた違うのかもしれないですね、値段がね。うん。で、メーカー品はないですね。なんか、アマゾンとか売ってる、中華メーカーの、ちゃんとしたブランドじゃないところのやつは結構あったりするんですけど、そうです。こういうの前なんか、シャオローってとこのやつ買ったんですけど、アマゾンで。そういうのもありますね。こういう風に。似たようなやつが。うん。だから帽子とかね、そういう服とかがいいのかなと思いますけどね。あとビデオカメラはね、やっぱ怖いからやめといた方がいいかなと思いますね。ビデオカメラとかデジカメとかですね。まあ僕、Amazon で買って、ひどい写りだったんで、まあ 4K とか買わなくて、まあ良かったんですけどね。買ってたらもう1万円超えてたから、そういうのもやめた方がいいかなと思いましたね。だから Amazon で怪しいなと思うようなやつは、やっぱりこのテムでもね、怪しいと思うので、そういうのはやめた方がいいのかなと思います。これも豆乳メーカーですね。豆乳メーカー結構出てきたんで、もう5000円ぐらいですよね。もう自分も5000円ぐらいで買ったんですけど、そんなとこかな。まあ、注意点と言ったらね、そんなとこですね。まあ、まあ、つくの早いし、あとね、毎日メールでね、今、ちゃんとこう、メールチェックとかね、なんか何日まで届きますよとかね、ちゃんと
送ってくるんですよ。テムさんの方が、親切に。もしかしたら Amazon より、ちょっと、Amazon と同じくらいかな。なんか、一応ね、なんか、サービスはいいのかなって思いましたね。あの、ごめんなさい。なんていうかな。冷たくないっていうかね、なんか、うん、結構なんか、カスタマーは優れてんじゃないかなと思いましたね。うん。なとこですかね。で、ガジェット系はだから本当に、なんか、メーカー品はなくて、で、中華メーカーのね、やつから、選ぶみたいな感じですね。だから、僕、ZV-E10 買ったんで、フラッシュついてないんですよ、内蔵フラッシュが。だから、フラッシュ買おうかなと思ったんですけど、やっぱ、なんだ、ドックスとか、あの辺のやつはなかったですね。ニューはあったけど、うん。なんかそういうのとかもね、だから、ないんだなっていう風に感じました。意外とだから、ガジェット少ない感じしましたね。うん。ガジェットとかは、そうですね。やっぱり、メーカー品はまずなくて、中華メーカーのやつで、そこから、でも中華メーカーだとね、割と OEM が多いから似たようなのが多いんですけど、うん。ガジェットはあんまり良くないかもしれないな。だからバッグとか衣類とかの方がいいんじゃないかなと思いましたね。帽子は結構あって、安いし、ね、なんか500円とかで結構あるから、帽子はいいなと思いましたね。あとは、うん。カメラとかのやつは本当にドラレコレベルだと思いますね。うん。なんか、そうですね。付属品とか、そういうのとかで、でもこれ、ワイヤレスマイクが862円とか、安いですね。これだったら買ってみようかなって気もなりますね。今はもう持ってるから買わないですけど、うん。そうですね。そんな感じですね。まあ、あの、まあ、怖いからね、大丈夫だとは言えないけど、あの、うん、思思ってるほどね、悪いこ印象っていうか、うん、なんか、使ってみたらね、ないなって思いましたね。もう一回ぐらい、なんか、欲しいものがあったらね、うん、ちょっと頼んでみようかなと思いますね。だから、まあ、昔中国とか行くと、台湾もそうなんですけどね、家電がね、結構、なんか、なんかね、性能度外視でデザインが結構好きなんですよね、家電とかの。うん。なんかちょっとカラフルでね、色とかあって。日本割と白と黒が多いじゃないですか。なんかもう原色が多いっていうかね。そういう形とかも全然違ったりしてね。そういうのもあって、今回豆乳メーカー欲しかったから買うようにしたんですけど、そうですね。次何を買おうか。特にね、なんか、一回買っちゃったからね、特に欲しいものはないんです。バッグとかですかね。バッグも今あるけど、もうちょっとこういうの欲しいなとか、そういうのあったら買おうかなと思ってます。ガジェットはやっぱり Amazon で買った方がいいのかなと思います。同じもんだったらね、テムで買った方が安く買えますし、僕の場合1週間弱で着いたんで、そのぐらい待てる人はテムで買ってもいいんじゃないかなと思いますね。はい。またね、なんかメールとかで来てましたけど、8000円割引とか、メール届いてますね。うん。だから、その割引もだから、
いくらに対して8000円割引なのかとか、そういうのがね、はっきりわかんないとこがね、なんか、まあそこが難点かなと思うんですけど、まあ結果的に安く買えちゃうから、まあそれはそれで、まあありなのかなと思いますね。ただ、まあそのちょっといくら割引になるかわかんないけど、まあ、普通にインストールしてね、買うよりは、YouTube で案件上げてるね、そのテムさんの案件上げてる人の、そのクーポンコードを使った方が安くなると思うんで、もうそっちをお勧めしますね。はい。では、また、またです。なんかちょっとダラダラ話してしまいましたが、はい。またなんか買ったら、ご連絡します。